こんばんは、しげもです。どうも。今日はこれですね、加藤の HO ゲージ用の室内灯、これを後ろに見えている4次系電車に組み込もうと思います。N ゲージの室内灯に関しては過去に動画にしたことありますけど、今回は HO 用やね。はい、室内灯のパッケージはこんな感じ。HO LED 室内灯クリア電球色とありますね。白色のものもありますけどね。で、反対はこうですね。普通の紙パッケージで、この1箱で1両分入ってますね。で、2両編成なんで2つ用意してあります。はい、ほんじゃもう開けていきましょう。よっ、パカ。てってれー。中はこんだけ説明書と室内灯のパーツが入ってますけど、結構細かいね。中は説明書が1枚と、で照明板か。この照明板が2つ。はい、ちょっと雑ですけど、カラーフィルターというのはこのオレンジのやつかな。プリント基板で、基板と基板押さえ、終電板、通電シューっていうのがこの中にこうごちゃごちゃと入っているということですね。ほんで、あとは反射紙っていうのかな、このシールみたいなやつがついてました。これで中身全部。とりあえず中身はこんな感じですね。あとは説明書を見ながら車両につけていきます。はい、では車両に取り付けていきます。まずこの車両のボディと下回りを外す。ボディを開くようにすると簡単に外れますね。はい、外れましたね。ほんでこのボディの裏側の天井部分ね、ここに付属の反射シートを貼り付けるみたいで、これは裏側シールになってるんでペタッと貼り付けますね。はい、じゃあ貼りますね。説明書にイラストが載ってるんでそれ通りに。反対も。はい、天井裏側に貼りましたね。多分混んで合ってるはず。続いて基板部分を組み立てます。説明書に図があるんで、これ通りにパーツを組んでいきます。はい、まず基板押さえのパーツにプリント基板を乗せる。チョボがついてるんではまるようになってる。で、その上にカラーフィルターをはめる。こうですね。このカラーフィルターはあってもなくてもいいみたいですけど、ほんで細かいですけど終電周のパーツを側面に取り付けるかな。こうですね。で、反対側にも終電周を取り付ける。ギュッと。はい、これで左右に終電周がつきましたね。そしてシューのパーツをここかな、ここに取り付ける。ギュッと。こうですね。で、これは左右向きがあるみたいですね。こっちにも取り付ける。結構しっかりはまるな。裏はこうかな。はい、できました。表はこうで、で、裏返すとこうですね。図通りにつけたんで合ってるはず。はい、続いてこの付属の反射板をボディの天井に取り付けるんですけど、なんかこの付属の説明書のイラストとボディの裏側の形状が違う気がする。説明書に書かれている例のイラストは12系客車のボディが書かれてるんですが、それとこれはちょっとちゃうのかな。でも取り付けれるはずなんで、ちょっと想像しながらやってみよう。で、この反射板はここに溝がついてるんで、車両の全長に合わせてカットすることができます。これ N ゲージと一緒やね。で、40系客車の場合はカットが必要みたいなんで、どこで切ったらいいのかな。とりあえず1つ目で切ってみよう。パッキー。手で折った。多分いけるかな。1つカットで大丈夫そう。ほんで、この反射板のカットする用の溝が掘られてる方を座席側に向けるってことだよね。溝がある面を下側に向けて設置する。見えるかな。ちょっと見えにくいけど、反射板についているこの突起の部分、こことこの突起を、はい、この車両の裏側のここのくぼみ部分ね、ここに合わすようにはめるっぽい。多分ね、説明書にそこまで書いてないんでやってみる。
ますよ。はい、はまったね。ほんで反対側にも同じように取り付けるっていうことですね。こうかな。はまった。はい、今裏側こんな感じですね。反射板が左右にはまってるっていう感じ。ほんでこの中央部分にさっき組んだ基板をはめれば問題ないはず。ついたっぽい。この反射板にこの基板をさえの爪をかませるようにして取り付けれた。はい、あとはこの車両側の側面に付属の終電板やね。この終電板をこうかな。このボディの側面のこの部分ね、ここに終電板が刺さるようになってるんで、見えるかな。ここにキュッと、ちゃんとはまるわ。がっちりはまるようになる。反対側にもはまった。でこの終電板はすごいしっかりしてますね。簡単に曲がるってことはなさそう。あとはこの屋根裏の終電周にこの終電板がはまるようにボディを戻す。本当にうまくいくのか。はまったっぽい。でこれがちゃんと終電板が接触してんのかを確認する必要はあると思うんですけど、見えるかな。見えへん。大丈夫なんかな。確認するには通電さすしかないっていうことか。はい、じゃあ一回テストしてみます。ちょっと動力なんで動いちゃいますけど、いきますよ。あれ、あら、光らない。光らないよ。はい、もう一回分解してみた。なんか知らんけどこの基板の向きが逆やった可能性がありますね。はい、前後の向きを変えてみた。これで多分位置的に接触するんで大丈夫そうですよね。これでもう一回やってみよう。いけたかな。これで多分接触してると思うんですけど、もう一回通電テストします。はい、じゃあいきます。つかんね。はい、つかないんでもう一回分解しました。あと考えられるのはこのシューがうまく組めてない。ちょっとパーツの組み付けが甘かった可能性はあるかな。ちゃんとシューが接触してるのを確認して、ほんでこの状態で一回はめてみよう。じゃあつけてみますよ。ついたついた。よかった、つくつく。ってことは組み立てが甘かったんかな。よし、じゃあ3回目のテストいこう。多分これで大丈夫やと思うんですけど、いきますよ。せーの、ピッと。ついてますね。見えるかな。ちょっとカメラでは分からんな。もうちょっと暗くしようか。はい、ちょっと照明落として、これで分かるかなよ。はい、ちゃんとついてますね。そんなにむちゃくちゃ明るい光ではないけども、ついてます。ぼやっとつく感じ。長かった。基板のパーツをちゃんと組まないと光らんということですね。はい、というわけでこの加藤の HO ゲージ用の室内灯ね、これを40系電車に積んでみたんですが、ちょっと映像やと分かりにくいかも。肉眼ではちゃんと光ってるのが見えてます。ただ光量はそんなにめちゃくちゃあるっていうわけじゃなくって、ぼんやり光るっていう感じですね。多分それは実物に近いと思いますけど、あとは車両の編成の長さとかスピードでまた明るさ変わると思いますけど、うちみたいなデスクトップでの単編成で遊ぶぐらいやったらちょうどいいかもね。あとは取り付けの際も言いましたが、この基板を組み立てる際に終電周がちゃんと接触するように組まないといけないんで、そこはちょっとシビアかも。調整しながら組めば問題なく光りましたね。はい、こんな感じでした。というわけで近所の犬が鳴き始めたんで終わろうと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。どうもありがとうございます。画面タップすることでチャンネル登録と関連動画見れますので、ぜひ登録とチェックをよろしくお願いします。それではさよなら。